どうも、日本語で喋りましょうの加藤です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日はプレゼントについて話したいと思います。実はこの前、僕誕生日だったんですよ。で、31歳になりました。まあね、正直30歳を超えると別に誕生日めちゃめちゃ嬉しいとかそういう感じはないんですけど、でもやっぱり誕生日をお祝いしてもらえるっていうのは本当に嬉しいことだと思います。でね、誕生日だったので、友達とか、僕の妻からいろいろね、プレゼントをもらったんですけど、もちろんね、プレゼントをもらうことはすごい、嬉しかったんですけど、プレゼントについてちょっと考えることがあったので、今日はちょっとそれについてシェアしたいと思います。まずは僕の、妻からもらったプレゼントについて話したいんですけど、妻からはカメラをもらいました。実はね、今まさにそのもらったカメラを使って、このポッドキャストを撮影してます。ちょっと初めて使ってみてるんですけど、うまく撮れてるといいんですけど、そのカメラを今使って撮影させてもらってて、で、今まではずっとスマホでポッドキャストを撮ってたんですね。で、最近のスマホってやっぱりすごいクオリティが高いですよね。でも、画質とか音とか、正直ちょっと限界があったんですよ。やっぱりいいカメラと比べたら、スマホの方が少し劣るかなっていう気持ちはあったんですね。なので、ちゃんとしたカメラが欲しいなってずっと思ってたんですよね。でも、カメラって結構高いですよね。なので、ずっと新しいカメラ、いいカメラが欲しいなって思ってたんですけど、やっぱり高いから、今じゃなくていいかとか、今度買えればいいかなってずっと後回しにしてたんですよ。で、それをずっと僕の妻に話してたんですね。カメラ欲しいけど、今度買おうとか、来年買おうとか、ずっと話をしてて、で、この誕生日のタイミングでカメラを買ってくれたんです。いや、本当にね、自分でいつか買おうと思ってたので、もらった時はすごい嬉しかったです。で、そのカメラをもらった、このものをもらった、だから嬉しいってのはもちろんあるんですけど、それ以上にいつも自分の話を聞いてくれてる、自分が何が欲しいのかを分かってくれてるっていうのがすごい嬉しかったです。で、その時に思ったのが、やっぱりプレゼントって高いものを買えばいいっていうわけじゃないですよね。値段よりもそのプレゼントを買う時にどれだけ相手のことを考えたのかっていうのがすごく大事だと思います。で、やっぱりそうやって相手のことを考えてあげたプレゼントって、その方が気持ちがすごく伝わりますよね。で、もう一つのプレゼントについても話したいんですけど、もう一つは友達からもらったプレゼントで、コインケースをもらいました。で、もちろんそれもありがたいし嬉しかったです。でも正直に言うと、別にコインケースが特に欲しいとは思ってなかったんですよ。別にね、最近はコイン小銭
あんまり使わないし、財布の中もだいたいクレジットカードとかパスモとかしか入ってないから、なんかプレゼントをもらっておいてこういうのは失礼なんですけど、あんまり嬉しくなかったです。で、そのプレゼントをもらった時もこのあんまり嬉しくないっていうのがリアクションで分かったと思います。プレゼントをもらったんですけど、やったありがとうとか言わないで、そのもらった時は、コインケース、ありがとう、みたいな感じのすごい微妙なリアクションをしちゃったんですよ。で、その後家に帰って考えたんですよ。その友達はね、久しぶりに会った友達なんですけど、その友達なりに誕生日だから僕に何かあげたい、せっかくだから何か形に残るものをあげたいと思って時間を使ってこのプレゼントを選んでくれたはずなんですよ。で、そう考えるとそのもの自体が欲しいか欲しくないかだけで考えるのはちょっと違うのかもしれないなって思いました。そのプレゼントをもらった時に僕はただ単純にコインケースはあまり欲しくない、だからあんまり嬉しくないリアクションをしちゃったんですけど、このプレゼントの意味について考えると、その実際にそれが欲しいかどうかよりも、その友達が時間を使ってくれて、友達がお金を使ってくれて、僕のために何かしてくれたこと、それ自体がすごい嬉しいプレゼントだったんじゃないかなと思って、今考えるとちょっと失礼なことをしちゃったなって思います。で、こういうふうにプレゼントについて考えた時に、プレゼントってもらう側からするとそのプレゼントが実用的かどうかとか自分の好みかどうかっていうのを考えてしまうんですけど、プレゼントをあげる側からするとこのプレゼントをあげて喜んでほしい、このプレゼントのことを覚えておいてほしいっていう気持ちが一番なんですよね。で、意外とこのあげる側の気持ち、プレゼントをもらう側の気持ちってずれることがあるんですよね。だからすごくプレゼントを選ぶってのは難しい。でもだからこそプレゼント選びって面白いなとも思います。で、最近はね、サプライズじゃなくて欲しいものをもう直接その人に聞くっていう考え方もありますよね。僕はね、全然プレゼントサプライズじゃなくてもいいと思います。むしろね、大人になればなるほど自分の好みっていうのがはっきり分かってくるので、逆にそっちの方が親切になる場合もあると思います。僕の個人的な感覚で言うと、やっぱり日本人ってプレゼントをあげる文化がすごくあるし、このプレゼントも相手に直接聞くんじゃなくてサプライズで、相手に良かれと思ってしてあげるプレゼントっていうのもかなり一般的だと思います。でもその一方で自分のことを考えて選んでくれたプレゼントっていうのはやっぱり気持ちがありますよね。その方が気持ちとして伝わりますよね。だからこのプレゼントをあげるとき、完璧なものを探すというよりも、なんで
このプレゼントをこの人のために選んだのか、これがちゃんと伝えられるようなものを選ぶのがいいと思います。で、プレゼントをもらう側、もらう人もただそのもの自体が嬉しいかどうか、そのもの自体をもらって嬉しいかどうかだけじゃなくて、どうしてこの人がそのプレゼントを選んでくれたのか、どのぐらい気持ちを込めてくれたのか、どのぐらい考えて時間を使って考えてくれたのかっていうところにフォーカスすると、プレゼントを実際に欲しいものじゃなかったとしても、やっぱりその気持ちが嬉しくなるんじゃないかなと感じましたね。やっぱり今回の、誕生日、僕31歳の誕生日だったんですけど、なんかこの年になってようやくそういうなんか当たり前のこと、プレゼントをあげる時の気持ち、もらう時の気持ちっていうのを改めて今回の誕生日で考えさせられたなと思います。やっぱりそう考えるとプレゼントをもらうのも選ぶのも難しいんですけど、次の誕生日の時とか誰かにプレゼントをあげる時、ちょっと今回のエピソードを参考にしてもらえればなと思います。ということで今日はプレゼントについて話してみました。皆さんはプレゼントをあげるときどんなことを意識してますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。